っかけは2003年の1月に、働きながら通っていた大学に交換留学プログラムがありました。で、私はもうヨーロッパに行きたかったので、その時にストックホルム大学が唯一ヨーロッパで留学できる、ところだったんですね。で、2003年の1月に1年間の予定で、ストックホルム大学の英文科で英文学を勉強していました。で、その時に、ストックホルム大学には日本語学科がありますから、そこにたくさん日本語を学んでる学生さんがいて、で、大学の人から、その人たちの日本語のお手伝いをしてくれないかと言われて、やります、やります、面白そうということでやり始めて、で、この出会いがちょっと運命だったと思うんですけど、で、それからやっぱり、日本語をこんなに学んでる人がいるので、何かお手伝いができるんじゃないかということで、留学が終わった後、そのままちょっと日本語教室を開きたいという夢を持ちまして、で、今に至っています。言葉というものがもともと子供の頃からやっぱり好きだったので、で、あとは、大学で教職を取るときに教育実習なんかにも行ったときにね、やっぱり、教師の仕事は素晴らしいなという経験ができたので、何か教える、そうですね、教えることでなんか貢献できたらいいなとは思ってました。それがまさかスウェーデンで実現っていうのはもう何年経っちゃったのよ。運命だと思います、そういうのは。そうですね、今振り返ればね、多分これが私の、与えられた役目というかそうミッションだったのかなと今振り返ればね。その留学が終わってその日本語教師になるっていう時に会社の登録とかスムーズにできましたか、外国人として。大変でしたね。スウェーデン語ももちろん勉強しなきゃいけないので、フォルク大学という民間の大学ね、インテンシブのコースを取って、最初は学生ビザ更新みたいな感じですよね。学生ビザを新たに取って、で、途中から自営業ビザに変更をしたんですね。っていうのはやっぱり学校にお勤めするんじゃなくて、どうしてもこの個人教室をやりたかったんですよ。やっぱり10人十色というようにね、みんな年齢も違う、興味も違う、目標も違う、ね、必要とすることが日本語教育の中でも多岐にわたるので、これに対応できるのはもう個人教室しかないと思うんですよね。自営業の登録は結構すぐにできるんですよね。で、最初は納税者が1人増えるわけだから歓迎されて、はいどうぞみたいな感じで、もちろんそれなりの書類は用意しなきゃいけませんけどね、それは友達から会計士さんを紹介してもらって、そちらで全部やってくださった。で、大変だったのは3年目の更新の時ですよね。更新ができなかったんですよ。多分今までスウェーデンで生活してきて、これが多分一番ショックな出来事だったと思うんですけどね。更新はしませんと。あなたは国に帰ってくださいというお手紙が来るんですよね。で、理由は、あなたの収入は低いと。だから自営業ビザを更新しないという手紙が来ましたね。もう稲妻が落ちましたよね。で、どうしよう。生徒に相談しますよね。で、生徒がものすごく力になってくれて、その中の一人が、移民問題に強い弁護士さんを探してくれたので、その弁護士さんをつけて、で、関わっている人たち、会計士さんとか、あとは日本企業で働いている生徒なんかは、その企業から企業の名前で、推薦書みたいなのを書いてくれて、40通ぐらいそれが集まったんですね。すごいですね。これはもうそれだけやっぱり人と関わってきたからサポートしてくれる方がいたっていう。そうですね。これは、やっぱり何でもそうですけど、自分一人では何もできないんですね。やっぱりこれは関わってくれてる人が本当になんていうんだろう、力になってくれてこそだったと思うんですよね。いろいろ手続きを踏んで、最終的にはじゃあビザを更新しましょうという知らせをもらった時に決意を固めましたよね。もうここまで
私はここに残って日本語教室をやりたかったのと、ここで生徒が私を必要としてくれて、スウェーデンにいてほしいと思うからみんなが手紙を書いてくれた。でそれも今読むと今も泣けちゃうんですけどね。でも泣けるほど大事にあるんですね。載ってあります。これはね、忘れちゃいけないこと。でまあ、その時に本当に、もう本当にこの人たちの、だから日本語に関する夢は、もう私が絶対に叶えてあげたいという、まあ、決意をしましたよね。プライベートの日本語教師としての仕事の、面白さとか、印象に残ったエピソードとか、教えていただきたいと思います。印象に残ったエピソードって本当にたくさんあって、過去のその教案とかひっくり返せばもういくらでも面白い話が出てくるんですけども、まあ、ちょっと最近の話をね、2つほどしたいと思うんですけど、去年の5月に、ちょうど日本語教室が15周年を迎えたので、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげですよね。まあ、ちょうど5月5日だったんでね、子どもの日のお祝いも兼ねて、まあ、生徒とちょっと食事会を開いたんですよね。で、まあ、大きい包装紙を切って、こう、兜を折ってね、かぶったりとかしながら、子どもの日まあ、その文化のね、ことも交えながら、まあ、食事をして、私は、まあ、やっぱり生徒にお礼の気持ちを伝えたかったのと、まあなんか送る言葉みたいなことをちょっと用意して、スピーチを一応用意してたんですよね。その来てくれていた生徒の中の一人が、その人もスピーチを用意しててくれたんですね。でこれ私全然予測もしてなかったんですけど、まあ彼の流暢な日本語のスピーチがですね、やっぱりなんだろう、自分がこれがみんなのためにいいんだと思って信じてやってきたことがなんか全部分かってもらえたというか、ありがたいと思っててくれてるんだなというのがそのスピーチからすごく分かったんですね。もちろんその彼の日本語がすごく難しくてね、分からなかった生徒もいると思うんですけど、なんていうんだろう、こう気持ちがきっと通じたんですよね。みんながもう同じ気持ちですみたいな感じで、この瞬間はなんだろう、まあそれは過去を振り返ればいろいろありました。だけどもうそんなのは全部吹っ飛ぶっていうかね本当になんかやってきて、彼らのためにやってきて本当に良かったなと思える瞬間でしたね。これは多分一生忘れないと思います。ここ数年の新しいちょっとレッスンのタイプがあって、私が日本に、年に2回ぐらい帰るんですけど、その時に日本に来ている生徒と都合を合わせて、半日ぐらいかけて、前回はちょうど1月に3人の生徒が揃ったので、私と4人でこう横浜のある幼稚園を見学させてもらって、でそれから鎌倉の方に行って、そこで、現地レッスンみたいなことをやったんです。たまたま友達が幼稚園のバスの運転手をしていて、課外授業をやっていると言ったら、じゃあうちに見においでよって言ってくれたきっかけで、まずは友達を使って、そういういろいろなね、その前は餃子を作ってる工場を見に行ったりとかね、それこれがほとんど生の日本じゃないですか。ここでできることは、教科書を使って文法を勉強して、それを使えるように練習してということはここでできる。でも日本でしかできないことは、こういったことですよね。でそれで生徒は日本人の行いを見たり、日本人の話し方を聞いたり、もういろいろなことを学ぶんですよ。でこの課外授業の中で私は言語タスクを与えるんですね、彼らに。ビーチに降りていくと鎌倉ですからサーファーさんがたくさんいるんですね。でそのサーファーさんが、ちょっともう夕方だったんで海からこう帰ってくるところだったんですよ。サーファーさんを呼び止めて、今日のサーフィンの感想を聞くっていうタスクを生徒に与えたんですね。サーファーさん、サーファーさんみたいな感じで。でも、そんなんじゃダメだ、もっと大きい声でって言って、サーファーさん、すみませんちょっといいですかと言って、サーファーさんを呼び止めて、で、いろいろ、海はどうでしたかとかね、今日の波はどうでしたか、何でもいい、いろいろサーファーさんに質問して、ちょっとコミュニケーションをとって、急にね、
会話が始まったんですよ。生徒たちと、そのサーファーさんたちとのね。あら、で、私はちょっと1メートルぐらい離れたところで見てるんですけど、その皆さんの顔が本当に嬉しそうだったんですね。で、これだと思って、日本に来て、旅行は誰でもができることで、自分が一生懸命日頃勉強している言語を使って、その地元のサーファーさんとこう、ね、話ができる、笑いながらなんか冗談言ったり、あそこにいるのは私たちの先生ですとかね、お母さん日本語は上手ですねとかね、なんかそんなことをやり取りを聞きながら、このタイプの、課外授業を本当にこれからもね、もっともっと続けていきたいなと、思いました。あとやっぱり彼らが一番やりたいことは、やっぱり日本に行って失礼のないように物の言い方とかね、こんなタイミングでこんなことを言うとかっていうのも一緒に行動してないとなかなか勉強できないことね。実体験がないとなかなか自分でできないですよね。例えばバスに乗ってバスを降りるときに運転手さんに何て言ったらいいのか。すごいですね、そういうことに気づくというか、やっぱり日本人、せっかく日本語を習ってるから日本人らしく振る舞いたいというそうなんです、気持ちが。それがやっぱり彼らなりのリスペクトでしょう。ここは日本だから日本人のように、そして失礼にならないように、ね、いろいろ考えている。でもやっぱ教科書では勉強ができないことなんですよね。日本人としてここに来て日本人の言語を教えていますけれども、むしろなんかこっちの生徒から私の方が学んでることが多いです。日本人だから日本語を話すときに当たり前のように話しますよね。こっちではどうしてそういう言い方をするのか疑問を持ったりするんですね。そういう時になるほど、掘り下げてみればここに文化的背景があったとかね、日本人のメンタリティが隠れてたとかね、そういう面白い発見をいろいろとさせてもらってますね。それはだから仕事において私がすごくみんなに感謝していることの一つですね。やっぱりスウェーデンの方に日本語を教えているので、たくさんのいろんな方、スウェーデンの方と出会ってると思うんですけれども、そうですね。日本人とスウェーデン人の共通点とか、違うところとかもし思いつけば教えていただきたいんですけど。共通点はね、多分初めにちょっと距離を置くところかなと思いますね。そうですか。ちょっと距離を置いて、ちょっと様子を見てる感じ。が日本人と、共通してるかな。そしてスウェーデン人は初めはねちょっと距離を置くんですけど、だんだんこう接してる間に信頼関係ができてきてね、信頼してもらえるともう本当になんかロイヤルというかなんか信用してもらえる、そこは日本人以上かもしれませんね、もしかしたら。そうかもしれないですね。だから気に入られたらもうとことんついてきてくれるみたいな感じ。ここは良くも悪くもやっぱ個人主義だし、なんか自分が結構そんなに悪い意味じゃなくて自分が結構中心ですよね。でも日本の社会っていうのは、自分がいて他の人のことをまず初めに考えてとか、社会全体がとか、このハーモニーがとか、そういう考え方ですね。ただこれはいい悪いのことじゃなくて、こちらはやっぱり個人個人個人、ここが一番違うところだと思います。もう何かスウェーデン社会に影響して変わったこととかはありますか？一番変わったのは、ここに来る前はやっぱり普通の日本人だったと思うんですけど、なんかもういろいろな細かいことがすごく気になる、結構神経質なところもあったんですよね。で、そういうところがなんかここに来るとなんかこうこまごましなくても結果は変わらないというか、そのおおらかさみたいなのがすごく影響されて、なんだそんな細かいことをチクチクやらなくていいのか、なんかすごく楽になってなんかそうね、細かいこと気にしなくなったかな。だからポイントは押さえてやるところはちゃんとやるんだけど、どうでもいいなんかそういうことは、気にしなくなったことが、ありがたいかな。楽になりましたよね、自分も。
ね、わかります。日本にいた頃は結構自分を自分で縛り付けてたような気はします。それありますね。こうでなければいけないとか、なんか他人にどう思われるかとか、そういうことを考えて、もういろんなことを、まあ、意図してなくても我慢していたと思うんですよね。ありますね。スウェーデンに来ると変わりますよね。緩むでしょ、なんか、なんだ、こんな楽にしてていいんですかみたいなね。でも、そう、だからやることやるんだから結果はきっと変わってないと思うんですよね。自分で自分を時々殺すことがある。それがなくなったかな。で、私がそういう自分で自分を殺すことなくやっているのを見て、そのまんま受け入れてもらえるっていうところですかね。そうですね。私もスウェーデン初めての外国として住んでるんですけれども、もう来た当初から、もうスウェーデン人のおおらかさ。なんか緩いでしょ？誰にもジャッジされない。私が電車やバスで日本語を話してようが誰もそんなに見たり変な顔したりとかそういう、外国人として意識をしながら生活をしてないですね、今。そうですね。それは良くも悪くも自分中心っていうのは、自分が別に平和だから、隣の人がね、何してようと、僕は気にしないよって。だから、こっちの人も楽は楽ってね、そういうところ、そういうことだと思います。ですから、住み心地がいいんでしょうね。楽という言葉が一番ぴったりかな。日本だとやっぱりいいところもちろんたくさんありますけど、こう気を使うことが多いですね。仕事の関しての夢でもいいですし、個人的な、夢とかもしありましたら教えていただきたいんですけれど。そうですね。私の夢はここで日本語教室を開くことだったので、もうその夢はそうですね、もうありがたく叶えさせてもらえたので、私がここにいてやってる限り、生徒たちがここに来てくれる限りは、今は生徒の夢を叶えてあげることが、私の夢かな。一人一人いろんな夢を持ってるわけですよ。例えば、いつか日本で働きたいとかね、勉強したいとか、何でもいいですよ。松尾芭蕉が読めるようになりたいとか、日本語の新聞読めるようになりたいとか、一人一人持っている夢をできるだけ早く一緒に頑張って叶えてあげたいですね。であとやっぱり、夢って見るものですけど、やっぱり夢は叶えてなんぼのものだと思うので、そうですね。この動画を聞いてる皆さんにちょっとメッセージいいですか？お願いします。やっぱり夢を叶えるときってすごく頑張らなきゃいけないし、それから周りにいる人もすごく大事にするべきだと思うんですね。さっきも言いましたけど、一人ではね、結局何もできないんですよ。いろんな人がいろいろな形で関わってくれている人たちをやっぱりとても大事にして、自分の夢なんだけど、その夢がなんか人の役に立つことであるといいなと私は思います。そうするとなんか人のために一生懸命やってるとなんかいつの間にか夢が叶ってたとかね。で夢を叶えるまではやっぱり諦めないでほしいですね。でいろいろなやり方があると思うんですよ。でそれをもう一つ一つしらみつぶしにねやっていって、でそれでももしね叶わなかったら、そのやったことは無駄にならないし、でもしかしたらちょっと考え方の角度を変えると、その夢は叶わなくてもいい夢だったかもしれない。発想を変える。でもちろん残念なことですよ。残念なことだけど、それまでにしたことや関わった人たちとのご縁っていうのは絶対無駄にはならないはずなんですね。で、じゃあこの夢やるだけやって叶わなかった。それは、残念だけど、じゃあきっとこれじゃないんだろう。じゃあまたすぐ他の夢を見つけてください。やっぱり夢叶うことももちろん大事だけど、家庭はすごく大事だと思うんですね。そうです。無駄なことは本当一つもないと思います。と思います。そんな失敗談とか特に、ね、スウェーデンで住んでて惨めな思いとか自分のやっぱり言いたいことが言えなかったりとか、そういう経験があるからあります。いっぱいあるよね。それから
やっぱりその経験をしたから周りの人の気持ちも分かる。周りの外国人も日本に住んでたら辛いだろうなとか、本当にそういう、やっぱり得るものがたくさんありますよね。ありますね。で、悲しいことも辛いことも大変なことも、さっきおっしゃったように、無駄なことは一つもないですよね。そういう経験あるから今の自分があるんだろうし、やっぱり人の気持ちを分かるってことはすごく大事かな。で、結局人って人のために何かをしてなんぼのもんだと思うから、そうこうしてるうちになんか本当に夢が見つかって本当に叶う時が来ると思うんですね。だから、諦めないで、人に感謝をしながら人のために、頑張ればきっと夢は叶いますよ。